今日私が試乗しているのはヤマハが今年2016年に発売したばかりの新型ロードスポーツモデル XSR900 です。ヤマハはこのモデルのために XSR という新たなブランドを立ち上げたわけですが、車両のベースとなっているのはヤマハが大ヒットさせ現在も好調なセールスを維持している MT-09 ということで、おそらくこのモデルのためにブランドを立ち上げたからには MT シリーズとは違う魅力を追求したモデルになっているのではないかと思います。それでは早速この XSR900 のスペック、装備などを映像でざっとご紹介します。はい、それでは早速高速道路上でのこの XSR900 の乗り味ですが、エンジンに関しては現行最新モデルの MT-09 と共通ということで、アシスト&スリッパークラッチが採用されており、トラクションコントロールが標準装備となっていたり、またヤマハの D モード、いわゆるパワーモードですけれども、この辺りの制御も若干異なっているように感じられます。具体的に言うとアシスト&スリッパークラッチを搭載しているということで、このような高速道路上でのツーリング、クルージングの恩恵として感じられるのが、クラッチレバーの操作がとても軽くなっているということが一つ挙げられると思います。例えばシフトダウンをミスしてしまった時など、リアタイヤの急激なホッピングを抑えて車体の安定性を確保する、そういった機能も当然盛り込まれているということで、先ほどのクラッチレバーの軽さと合わせて多くのライダーに歓迎されるのではないかと思います。またですね、電子制御関係でいうとトラクションコントロール、そして ABS が標準装備となっています。そしてデビューしたての頃の MT-09 というのはイグニッションキーを一旦切ってしまうと、それまで選択していたモードが一旦解除されて必ずスタンダードモードからスタートするようになっていたわけですが、この XSR900 の D モードに関してはイグニッションキーを切る前のモードをちゃんと記憶していてくれて、休憩などの後にまた走り始めるという時もそのモードのまま走り続けられるということで、初心者エントリーユーザーにかなり優しくなっているのではないかと思います。また3段階のトラクションコントロールを採用していて、開発のキーワードともなっているオーセンティックな乗り味を求めているライダーも安心して乗れるような、そういった意図を込めてトラクションコントロールの介入度の大きい2段目、これが搭載されているのではないかと思います。それでは早速この XSR900 のエンジンを回してみたいと思います。はい、5速、4速、3速、はい、今3速ですね。ご存知の方も多いと思いますが、この MT-09 も搭載しているこの3気筒のエンジン、ヤマハが誇る直列3気筒エンジン、並列3気筒エンジンですが、今私はヤマハの D モードはスタンダードモードを選択しているわけですが、このスタンダードモードでも本当に十分に元気がいいと感じられます。特にいいなと感じられるのが、今は少しエンジンが回っていますけれども、ごく低回転域から十分なトルクを発揮してくれて、ただ単にパワフルなだけではなく扱いやすく、それでいて速い、それがこのエンジンの大きな魅力だと思います。
今私はスタンダードモードを選択していますが、ちょっとこのヤマハの D モードを変更してみたいと思います。この変更はですね、右手のスイッチボックスのスイッチで簡単に変えられるようになっています。はい、今 A モードになりました。はい、やはりですね、もう圧倒的に元気がいいですね。圧倒的に元気がいいのとともに、スロットルに対する追従性が本当に素早くなって、ちょっとスロットルを開けただけでも間髪入れずに前に出るという感じで、相当元気がいいモードだなという感じがします。はい、またですね、今度今 B モードに変更したんですが、エンジンの回転数、上げたままなのですが、本当に穏やかになって、こうスロットルをですねパカッと開けても全然怖くない。リアのサスペンションがこうぐっと沈んでタイヤがグリップして、それを待ってからじんわりと加速していくというような感じで、これであれば多くのライダーが恐怖を感じることなくこの XSR900 を乗りこなせるのではないかと思います。はい、ヤマハ XSR900 でワインディングを走り始めました。私がこのヤマハの直列3気筒エンジン、並列3気筒エンジンに乗るのは MT-09 トレーサーの試乗以来なわけですが、やはりいつ乗ってもこのエンジン本当にすごいなと思います。パワフル、トルクフル、シャープ、スポーティー、ジェントル、従順、味わい深いなど、エンジンを表現するワードというのはいくつもあると思いますが、まるでこのエンジンはこの一つのユニットで全て味わえてしまうような、そういった多彩なキャラクターの持ち主になっていると思います。例えば今私はゆったりと流しているわけですが、こういった時には実にスムーズで、そして不要なトルク変動もないということで快適なエンジン、そして扱いやすいエンジンになっていると思います。その一方で少しでもスロットルをワイドオープンするとドンと加速して、その後十分にトルクを伴いながらシャープでスポーティーに高回転域まで伸びていくということで、先ほども言った通りなんとも多彩なキャラクターの持ち主だと思います。このヤマハの D モードを操作せずとも、基本的にはこの右手の開け閉めだけでそういったキャラクターの変化を自由自在にコントロールできる、ライダーが望んだ通りに味わえるということで、エントリーユーザーから腕の立つライダーまで幅広い層が楽しめるエンジンだと思います。また私も久しぶりに乗って思い出したのですが、エンジン自体がですね、シリンダーの前傾角が確か 42.5 度とかなり深く前傾しているということ、そしてですね、この車体全体、特に上側が軽量に仕上げられているということで、実に低重心で安心感の高い乗り味になっていると思います。また安心感という意味では、これも MT-09 と共通ではありますが、前後タイヤの接地感がとにかく強いという感じで、このタイヤがしっかりと路面を捉えているという感触がライダーにも十分に伝わってくるので、余計思い切ったライディングも可能になるということで、そういう意味ではですね、MT-09 の良い部分はそっくりそのまま受け継がれていると思います。ただわずかに違うなと感じられるのは、前後足回りのセッティングが違うということで、特にフロントフォークに関してはバネも違う。MT-09 はシングルレートだったそうですが、この XSR900 はデュアルレートということで、ストロークの奥の方ではやはりこの XSR900 の方が一段硬いというかコシがある、そんな気がします。またハンドリングに関しては実に従順で分かりやすい、ライダーの思い切ったライディングにも十分に応えてくれる、そういったハンドリングになっていると思います。ただですね、スポーティーだからといっていたずらにシャープというかクイックというか、そういうハンドリングではなくて、このタイヤをですね強く地面にこすりつけながらコーナリングしていくという感じで、そのあたりがですねライダーに絶大な安心感をもたらしているのだと思います。今日私はこのワインディング何往復もしているので U ターンをしているわけですが、ハンドル切れ角がですねもう一段切れた方がいいかなと若干感じる部分もあったのですが、エンジンがごく低回転域から十分なトルクを提供してくれるので、ハンドルの切れ角が少し足りないなと感じた場合は、その分車体を倒してやればどうとでもなるわけで、弱点とまでは言えないと思います。次に前後ブレーキですが、制動力は十分でとても使いやすく、これだけ元気のいいモデルだと特にリアブレーキのコントロール性というのは重要になってくると思うんですが、十分な制動力もあるけれどコントロール性にも優れている、そしてじわっと踏んでいった時の駆動力の調整とか、そういった時の使い勝手の良さも十分にある、そういったリアブレーキになっていてとてもいいなと思います。そしてフロントブレーキですが、スーパースポーツほどカチッとしているわけではなく、
このレバーのタッチというのは柔らかい部類に入ると思うんですが、それこそ路面の状況と相談しながらかけていくような繊細なブレーキングも可能となっていて、おそらくこのブレーキに関しては多くのライダーが強力で、そして使いやすいと感じるのではないかと思います。これだけ前後タイヤの接地感が高く安心感を持って走れるモデルだと、路面温度が下がる冬場なども走りたくなるライダーが多いと思いますが、転ばぬ先の杖という感じで ABS、そしてオフも含めて3段階に調整できるトラクションコントロールが標準装備されているというのは、多くのライダーにとって歓迎されるのではないかと思います。今日私が試乗している個体はブリヂストンの S20 が装着されているということで、標準装着のタイヤのグレードがかなり高いんですね。もしかしたら他の銘柄を採用している個体もあるかもしれませんが、おそらくその銘柄もかなりグレードの高いタイヤを装着しているのではないかと思います。走りがいいということはヤマハ自身も十分に意識しているのだと思いますが、こういったグレードの高いタイヤが最初から装着されているというのもポイントが高い部分だと思います。最後にこの XSR900 の気になる部分ですが、そうですね、今日乗った限りではもうほぼないと言っても過言ではないと思います。ヤマハとしてはこのモデルMT シリーズではなく XSR という新たなブランドを立ち上げて登場させたということで、そのあたりの意図はどういうところにあったんだろうと考えていたわけですが、今日一日このように試乗していて一つ気づいたのが、乗っている時のライダーの気分が相当違うんですよね。MT-09 の時は簡素でシンプル、そして現代的な外装をまとっていたわけで、どうしてもライダーとしては自然に飛ばしたくなるというか、元気よく走りたくなってしまうわけですが、この XSR900 に関して言うと、タンクのデザインも全然違っていますし、このメーターやヘッドライト、そういったものに関連するステー類、こういったデザインがですね、ちょっとクラシカルな雰囲気、テイストを醸し出していて、これだけ運動性が高いモデルではあるんですけれども、こういったワインディングを走っていてもですね、ちょっと大事に深い愛着を持って走りたくなるような、そんなバイクに仕上がっていると思います。またですね、この XSR900 のシートというのはちょっと洒落たデザインになっていて、ライダーの着座位置というのはですね、またがったらもう一点に決まってしまうというような感じで、そのあたりがですね、ちょっと昔っぽいバイクのテイストと似ていて、このシート一つとってもですね、やはりこの XSR というのはやはり MT シリーズとはちょっと違うアプローチのバイクなんだなと感じます。はい、ということで今日はヤマハが発売したばかりの新型ロードスポーツモデル XSR900 に試乗してきました。 MT-09 の ABS 付きのモデルと比較すると約12万円ですかね、価格が少し高くなっていますが、各部の高級感、そしてパーツのクオリティ、そういったものはですね、簡素でシンプルな外装の MT-09 よりは相当手がかかっているというか、コストがかかっている。特にですね、やはりこのタンクですね、ヤマハらしいこの美しい造形のこの左右のタンクカバー、これアルミ製らしいんですが、これは職人さんが一つ一つヘアライン加工しているそうですが、こういった各部のですね、パーツのクオリティ、質感の高さ、そういったものを考えれば、その約12万円の価格差というのはですね、納得できるものではないかと思います。